はぁ、日本人のルーツって結局どこにあるのかしらね。いきなりどうしたんだ弥生さん。歴史の勉強でも始めたのか？だって、縄文だ弥生だって言うけど言葉のルーツは諸説ありすぎじゃない？タミル語説とか、アルタイ語説とかどれを信じればいいのよ。確かに日本語の起源は世界有数のミステリーだからな。だがな弥生さん。最近、その論争に意外な角度から光が当たったんだ。意外な角度？新しい古文書でも見つかったの？いや、もっと身近な場所だ。私たちの喉の中だよ。喉？扁桃腺のこと？そう。実は日本人の喉に潜むあるウイルスの遺伝子の拡散ルートが、私たちの祖先の移動ルートを記録していたという研究が出たんだ。ウイルスが歴史を語るの？まるで SF の世界ね。しかもその結果が、ある巨大な言語学の仮説を支持したんだ。その名もトランスユーラシア語族という仮説だ。トランスユーラシア？かっこいいけど難しそうね。安心しろ。今日はこの最新研究を弥生さんにもわかるように解説するぜ。お願いします。さて、まずはトランスユーラシア語族について解説しよう。これは、ユーラシア大陸を横断する5つの言語グループを指す言葉だ。具体的には、日本語、韓国語、ツングース語、モンゴル語、そしてトルコ語などのテュルク語だ。これらは親戚だという説だな。日本語とトルコ語が親戚なの？全然違う気がするけど。一見そう思うよな。だが、文法には共通点が多いんだ。例えば語順だ。私はリンゴを食べる、みたいに、動詞が最後に来るだろ？英語とは逆ね。あと、テニオハのような助詞を使う膠着語という特徴も似ているんだぜ。母音調和というルールも共通点だ。文法が似てるなら親戚と言っても良さそうね。かつてはアルタイ語族とも呼ばれていたんだが、最近の研究で再定義されてトランスユーラシアと呼ばれている。2021年、この語族の起源について衝撃的な論文がネイチャーに出た。それによると、彼らの故郷は約9000年前の西洋画流域だ。西洋画？どのあたり？中国の東北部、遼寧省や内モンゴル自治区のあたりだな。そこでキビや泡を栽培していた農耕民たちが、この語族の祖先だ。というのが農耕言語拡散仮説だ。人の移動と言葉の拡散はセットなんだ。彼らは人口増加とともに移動し、ある集団は朝鮮半島を経て日本へ、別の集団は北や西へ向かい、モンゴルやトルコへ広がったとされる。なるほど、農家の人たちが言葉を持って世界に広がったのね。ところがだ弥生さん。この説にはものすごい批判があるんだ。筋が通ってるのに？なんで？似ているのは親戚だからじゃない、お隣さんだったからだ、という反論だ。どういうこと？専門用語で言語連合、や借用、というんだが、長く隣同士で暮らしていれば、言葉や文法が似てくるのは当然だろ？夫婦が似てくるみたいな？まあそんな感じだ。多くの言語学者がこう指摘する。基礎的な単語、特に数詞が全然似ていないじゃないか、と。確かに、1、2、3と1、2、3は違うわね。日本語と韓国語の間でさえ数の数え方は全く違うんだ。だから、共通の祖先なんていない、トランスユーラシア語族は幻想だ。というのが、実は言語学界ではかなり有力な意見なんだぜ。言われてみればそうかも。偶然似ただけかもしれないし。そう、言葉だけを比べていても、偶然、か、必然、かは決め手がない。水かけ論になりがちなんだ。そこで登場するのが今回の研究だ。起源論の論争に終止符を打つべく現れたのが EB ウイルスだ。EB？ エビ？美味しそうじゃない。エクスタインバーウイルスだ。ヘルペスウイルスの仲間だぜ。ヘルペス？なんだか怖そうね。実はこれ、成人の9割以上が感染しているありふれたウイルスだ。私も感染してるの？おそらくね。唾液を介して親から子へ、赤ちゃんの頃に移る。そして一生、喉の奥などに静かに潜伏し続けるんだ。一生居座るの？家賃くらい払ってほしいわ。普段は無症状だが、ごく稀に癌などの原因になることもある。だが、このウイルスの最大の特徴は変異しにくいことなんだ。変異しにくいとどうなるの？親から子へ、何代にもわたって同じ型のウイルスが受け継がれる。つまり、ウイルスを見れば先祖が誰だったか、がわかるんだ。なるほど、体の中に家系図があるようなものね。人間の DNA は結婚で混ざるが、ウイルスは混ざらずに継承される。だから、ある意味人間以上に純粋な移動の記録を残しているんだ。東北医科薬科大学の研究チームはある奇妙な事実に注目していた。EB ウイルスが原因とされる上咽頭がんという病気がある。これは中国南部や東南アジアですごく多いんだが、日本では少ない。同じアジアなのに違うの？逆に日本では慢性活動性 EBV 感染症という別の難病が多いんだ。病気の種類が違うってことは、
もしかしてウイルスの種類も？鋭いな。調べてみるとウイルスのタイプが全然違ったんだ。日本や韓国で見つかる株と、中国南部の株は別グループだった。これまでアジアの EB ウイルスは同じだと思われていたから驚きだぜ。でも、それが言葉のルーツとどう関係するの？研究チームは、さらに調査範囲をモンゴルまで広げて解析したんだ。すると、衝撃の事実が判明した。研究チームはウイルスの全遺伝子を徹底的に比較解析した。そこで見つかった決定的な違いが BDLF だ。BD？ 何それ、アイドルの名前？ウイルスの殻や感染に関わるタンパク質を作る遺伝子群のことだ。この BDLF1、2、3の配列を見ると地域差がくっきりと浮かび上がった。なんと、日本、韓国、そして遠く離れたモンゴルのウイルスが、全く同じグループに属していたんだ。中国南部の株とは明確に区別される。日本とモンゴルが同じウイルスの仲間なの？そうだ。地理的には中国の方が近いのに、ウイルスは違ったんだ。この分布エリア、さっき見たトランスユーラシア語族の分布図とピタリと重なるだろ？まさに一致しているんだ。本当だわ、言葉の広がりとウイルスの広がりが同じなのね。研究チームは、このウイルス群をトランスユーラシア株と命名した。言語学の仮説を、ウイルス学が強力に後押しする結果になったんだ。じゃあ、なぜこんな分布になったのか。歴史を紐解いてみよう。解析によると、トランスユーラシア株と中国南部株が分岐したのは、およそ1万5000年前と推定される。縄文時代の始まりくらいの時期だな。そんなに昔から分かれていたのね。そして重要なのが、約9000年前の中国東北部、西洋が流域だ。ここでキビや泡の栽培を始めた農耕民たちがいた。彼らは人口増加に伴い、四方八方へ移動を開始する。ある集団は東へ進み、朝鮮半島を経て日本列島へ渡った。またある集団は北へ向かい、モンゴル高原へと広がった。その人たちが、お腹の中にトランスユーラシア株のウイルスを持って旅をしたのね。言葉と一緒に。一方、黄河流域で米を作っていた別の人々は中国南部へ広がり、シナ、チベット語族を話す人々の祖先となった。彼らが持っていたのが、中国南部株のウイルスだ。農作物の違いが、人の移動もウイルスの種類も分けたのね。まさに農耕と言語の拡散がウイルスでも証明されたわけだ。さて、ここでもう一つの大きなドラマがあるんだ。さっき中国南部株のウイルスは中国南部に広がったと言ったよな。漢民族の祖先たちが持っていたウイルスよね。実はこの中国南部株、漢民族だけのものじゃないんだぜ。シナ、チベット語族はもちろん、さらに南へ広がる言語集団とも、深く関わっている可能性が高い。さらに南？東南アジアとか？その通り。例えばベトナムやカンボジアに広がる、オーストロアジア語族。そして、台湾から海を越えて、フィリピン、インドネシア、遠くハワイまで広がった、オーストロネシア語族、だ。ハワイの人たちも関係あるの？壮大すぎるわ。キーワードはやっぱり、米、だ。長江流域で始まった稲作農耕民は、人口爆発を起こして南下した。彼らが持っていたのがこの中国南部株のウイルスだ。実際、中国南部や台湾、そして東南アジアの人々からは、この中国南部株、系統のウイルスが高頻度で見つかっているんだ。つまり、北へ向かったトランスユーラシア株と、南へ向かった中国南部株で、明確にルートが分かれてるのね。そうだ。北の雑穀農耕民、と南の稲作農耕民、作物の違いが、数千年後の言語分布とウイルス分布の、両方を決定づけたと言えるな。ウイルスは嘘をつかないんだぜ。言葉が通じなくなっても、ウイルスだけは出自を、語り続けているなんて、なんだか感慨深いわね。ここで最初の、批判、の話に戻ろう。言語学者は言ったよな。似ているのは借用、真似、だ、と。親戚関係なんてない、と。そうだったわね。でもウイルスは、そう、ウイルスは、借用、できない。親から子へ、唾液で移るからな。言葉は隣の人から学べるが、体内のウイルスは簡単には移らない。つまり、日本とモンゴルで同じウイルスが見つかったということは、確実に血縁的なつながり、や、人の移動、があった証拠なんだ。偶然似ただけじゃ済まされない強力な証拠ってことね。その通り。たとえ言葉の類似が偶然だと言い張れたとしても、ウイルスの一致までは説明できない。これがウイルスの三角測量、だ。言語学、考古学、遺伝学、そして今回のウイルス学。異なる分野の証拠を重ね合わせることで見えなかった真実が浮かび上がる。ウイルスが、言葉のルーツ論争の審判を下ろしたみたいなものね。どうだ弥生さん、たかがウイルスとは言えなくなっただろ？びっくりよ。私の喉にもそのトランスユーラシア株がいるかもしれないのよね。
なんだかロマンを感じるわ。ああ。それは太古の祖先から脈々と受け継がれてきた。移動の証言者、なんだ。まあ病気の原因にもなるがな。そこは複雑だけど。でも、自分の中に歴史があるって、わかると、少し世界が違って見えるわ。モンゴルも遠く感じないし。今回の研究は、言語学の論争に決定的な一石を投じた。教科書に載るような定説がこれから変わるかもしれないぜ。科学技術の進歩で、歴史はどんどん書き換わっていくんだ。これからの発見も楽しみね。今日はありがとう古墳さん。おう。それじゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。